低価格 TWS は今や市場のほとんどを占めるぞイヤホンレビュー。今回も、Amazon から送られてきた低価格無線イヤホンをレビューしていこう。さて、今回紹介するのは、ソウンドペアトスの新商品。サウンドピーツミニだ。名前の通り、小型軽量であることが売りではあるんだが、Bluetooth 4時代。つまり数年前にこの手のモデルは何回か触ってきた。そのほとんどは音質、連続動作時間、あるいは、何か一つの要素を犠牲にしている場合が多かったんだが、時代の進歩は素晴らしいもの。気づけばこのサイズでありながら、何も犠牲にしていないミニモデル、といった感じだな。詳しく見ていこう。正直、4000円程度の価格と、小型軽量な本体、ということで、わはーん、連続時間が短くて音質が悪くはないくらいのバランスだな、と斜めに構えて聞いてたんだが、いやこれ普通に音いいぞ。じゃあバッテリーが4時間くらいだよな、本体小さいし、と思ったら7時間持つぞこいつ。小さい、というアドバンテージをあえて見なかったことにしても、普通以上におすすめの1台だ。小型軽量も選定要素に入っているなら、さらにおすすめ度は高まるな。ただ、aptX に対応していないのは、気になる人には気になるかもしれないが、SBC で聞いてこの評価なので、そこら辺は正直そんなに気にしなくてもいい気もする。詳しく見ていこう。まずは外装から、ケースはグレートブラックのプラスチックのみ。本体もプラスチックのみで装飾パーツは存在しないシンプルなものだが、スタイリッシュにデザインされたロゴの一部があえて暗い色でデザインされていて、男女両方が合わせやすいデザイン。本体の動作状態を示すインジケーターは本体底部についており、充電時の通電チェックがしやすいのが嬉しい。小型タイプだと、本体に LED がついておらず、充電ケースに収めても本当に充電しているのかどうか、怪しい場合があるからな。本体のサイズでは、Amazon から不思議な力で消滅してしまった。タオトロニクスのソウンドイベアトイ97に近い。あちらの方がaptX対応だから優位か、と思うかもしれないが、個人的には高音域の伸びやかさなんかを含めると、このミニの方が長時間聴きたくなる音質になっているな。充電はもちろん USB-C、また、aptX 接続と比べてもあまり遅延が大きくなった体感もない。連続動作時間も7時間と非常に長く、小型機であることを感じさせないスタミナだな。最近の TWS は、もはやバッテリーに関しての問題から解放されているように思う。KZ ですら6時間連続で動くからな。というわけで、装着感は小型のハウジングなのでもちろん良い。デザインも問題なし。小型ながら本体で状態を確認できる LED もついている。操作感についても、本体でボリューム調整も可能なところが、地味にそこを大事にしているユーザーにも嬉しいな。タッチセンサの検出範囲も、しっかり平面部全体に及んでいて、操作の検知漏れは感じなかった。外装に関してはこんな感じ。内装についても見ていこう。タオトロニクスの低価格ラインには、2種類の音色の傾向があると思う。トル FA のような、感触、低音までしっかり出る傾向。ソニックのような、温かみがある、高音が柔らかく長時間聴きやすい音色だ。ミニはトル FA に近い、サクサクと軽い高音域が魅力だな。スネアなんかの表現力もきちんとしていて、この手の小型 TWS にありがちな、高音域がまったりしすぎてる感じがない。ボーカルの表現力も良好、若干感触。硬い感じに触れるが、歌詞も聞き取りやすく、破殺音も問題なし。となると、低音が弱いのがいつものパターンだが、ベースもよく出ている。電子音楽で大事なサブベースもしっかり出る。が、そこは小型のドライバーを使っているからか、地響きみたいな感じではないと感じた。むしろ普段このチャンネルで扱ってる連中がブリブリと低音すぎるところもあるかもしれない。ざっくり分けると、感触傾向でちょっと味付けはあるが、生演奏の曲にも対応できる能力があって、電子音楽にもきちんと対応できる。また、本気の音質をことさら評価しているのには、TWS ではなかなか珍しい空間表現があるところ、このバランスを持っている TWS は多いが、この価格で空間表現まで広いモデルはなかなか見ない。おまけに軽量小型モデル、となると、ミニしか思いつかないな。ベースが鳴っても空間が近くならず、しっかり耳の外で鳴っている感じ。音が変に動かないので、きちんと決まった位置、適正な距離から音が鳴っている感じがする。ベースの広がりもしっかりと前後左右の空間から響いている感じがあって、疲れないし、近すぎないし、それでいて臨場感があるぞ。それでいて音量を上げても破綻しない。小型と TWS という看板を取り除いても、うまく組み立てた良作と感じた。もちろん、さっき褒めたように、TWS としてもがっちり仕上がっているので、実用上でも不満を感じることはない。
ハイレゾ曲を聴くときにだけは、スペック的に対応していないが、手軽、手頃に良い音楽体験をできる、人にすごくおすすめしたい一台だ。あ、そうそう、電波強度、ここくらいは弱いんでしょう。普通に扉2枚挟んでも繋がってるぞこいつ。ご時世ゆえに人混みの中で使うのは無理だが、お家ではほぼ最強だな。これで装着感も軽いんだもの。言うことなしよ。ミニと名前こそついているものの、普通に上域と殴り合えるバランスを持っていると思う。お値段は普通にミニなのが嬉しいな。音色を分解してみよう。高音域。金属音などはよく伸び、鋭い空気感も表現できる。それでいて深い音は出ないので、音量も上げられるぞ。中音域。ボーカルは聞き取りやすく、リスニング問題なんかの再生にもちょうどいい。ただし、特に重厚感のあるボーカルなんかは、感触に引きずられて若干硬すぎる印象を感じることもある。こんなのこの価格だと完全にイチャモンだけど、低音域。ベースはしっかり、サブベースは若干少なくなるが、それでもしっかり出てる。そして、ここに広い空間が加わるのが、ミニの唯一無二なところ。若干ソリッドさが強調されることで、硬質な空間の中で、余計な共鳴なくなっている感じがする。有線機として聞いても、完成していると感じる音色だ。本当に TWS と有線機の差が縮まってきたことを感じる一台だぞ。というわけで、まとめてみよう。あ、マイクテストは動画の最後な。サウンドピーツミニは、耳を選ばない小型軽量な TWS だ。この手の小型モデルにある間時期7時間のバッテリーと、感触傾向と空間表現で類似機を圧倒する音質。もちろん、バッテリーも長時間持つ。タッチセンサもちゃんとしてる。同価格帯の中で音質を優先して購入するリストの中に平然と入る上、他のモデルよりもさらに装着感に優れる、というアドバンテージもある。この価格で、1台人に勧めろ、と言われたら、一番そのイヤホンを使わなくなる理由になりやすい装着感に何の不安もない本気だろう。若干ソリッドな音色が好きで、高音域、低音域も出て欲しい人にはほぼ間違いなく刺さると思う。ノイズキャンセルはないが、遮音性も結構良く、耳栓代わりでも問題なかろう。耳から落ちにくく、軽く、違和感もない。おすすめだ。いじるとこが全くないので動画時間が伸びない。と、こんなところだな。ちっちゃいくせに大きいモデルと同じレベルどころか、音質ではむしろ空間表現で一歩長じるとかいう非常に優秀なモデルだ。これは TWS 界全体の進化なのか、それとも本気固有の凄さなのか。全体がレベルアップしている中でも、時折こういう頭一つ抜けるモデルが出てくるな。というわけで今回のレビューはここまで。また気温がぶり返してきたので、家にこもって冷房の力で最強になろうな。これはサウンドピーツミニの録音テストです。音質と使用感はとても素晴らしかったんですが、マイクの音質の方はどうなってるでしょうか。マイクの音質もノイズキャンセルが入ってるはずなので、こちらも聞き取りやすくなってると思っています。